勝3敗。皆さん今日はどうもありがとうございました。それでは高らかにお願いします。乾杯。なんで？でかくなったね。ね、大きくなりましたよ。私は分かんないけど、大きいですね。これを。お疲れ様でした。今場所の結果を教えてもらってもいいですか？はい、4勝3敗です。勝ち越し。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか最初3敗して、はい、そこから4連勝したっていう感じですよね。はい、そうですね。最初3敗した時はどういう感じだったんですか？はい、いやもう今場所ダメだっていう気持ちになってましたね。そこからうまくメンタルとか切り替えられたって感じですか？はい、もう一勝してからまだあるぞって思って、もう気持ち切り替えて、負けてもいいからみたいな感じで思いっきり前出て頑張りました。思いっきりよくやれたっていう。はい。3敗したのとかって親方となんか話したりとかしたんですか？いや特に喋ってなかったです。自分の中で気持ち切り替えて、はい。であれか一番最後みんな負け越した状態で14日目のところ。はい。先週結構緊張しました。勝ち越しか負け越しか決まる。はい、もうだいぶもう心臓バクバクいってましたね。親方も下で見てたので余計に緊張しちゃって。今回はじゃあ親方と目合いました。試合中。あ、今場所はなかったです。もうすぐ終わったので。じゃあ来場所の目標は？はい、来場所、まあ、とりあえず5勝したいですね。了解です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしょ今回マイズボーが終わって次の名古屋場所からその口でスタートする。あ、そうです。はい。どうでしょう、初めての国技館でやったんですよね。はい、そうです。初めて。いや、中学生の時に1回やりましたね。初めてでした。初めて。緊張しました。ああいう場所。緊張しますね。戦績お互いお二人どうでした？僕は3勝3敗でした。はい。僕一回も勝ててないです。結構難しいもんですか？全然高校の相撲とかとは違う。やっぱそうですね。立ち合いも高校では両手つきなんで、片手つきはちょっとあんまり慣れてなくてやりづらかったですね。はい。相手結構強かったりします。あ、結構強かったですね。気持ち的には次から序の口ですけど、意気込みとか。勝ち越せるように頑張りたいです。じゃあ、おとくん。今回勝てなかったんで、次はもうちょっと勝てるようにしっかり稽古したいと思います。では改めましてお願いします。よろしくお願いします。すみません、じゃあもう一度自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。松尾正史と申します。松尾さんはもともと力士やられた。あ、はい、そうですね。昨年の九州場所まで、佐渡ヶ嶽部屋で力士をさせていただいてました。はい、じゃあもともとその親方とは結構付き合いが長くて。そうですね。もう僕が入門した時はもう当時琴奨菊関大関で、はい、付き人もずっとさせていただいてて、はい、その時からのご縁です。はい。年齢おいくつですか？年齢は、今年29です。はい。で今回山部屋にマネージャーとして入ったきっかけっていうのはどういう？きっかけはもう親方からもご縁をいただいて、で僕自身もまだまだ成長したいなと思ってたので、はい、そうですね。なんか頑張ってる人たちがいる環境だと僕自身もやっぱ活力になるというかエネルギーをもらうので、そういう環境に身を置きたいなと思って、はい。その役割分担ってあるんですか？役割分担は稽古場で親方と一緒に指導をさせていただきながら、私生活の面でまだちょっと若い人たちがちょっと要領とかわからない部分があると思うので、一緒にやりながら、はい、サポートをしている感じですね。はい。は
ちょっと今後ともよろしく。はい、よろしくお願いします。調子なんで合気悪いですね。悪いですね。いやでも本当にわからん。先々。いやいや。張っていくんだ。おお。あ、きつい。きつい。うわー。大野さんちょっと負けました。負けた。負けました。ここが一番頑張らんとダメよ。こう食べ物遠いから飲み物が。F と L だからね。OK。1時間半だから集中してやってね。はい。いいよ。で、負けてる子多いんだけど、負けてる時ほどしっかり挨拶っていうかな、ちゃんとやんだぞ。はい。勝ってる時も大事だけど、負けてる時の方がもっと大事だから。はい。優勝でございます。皆様本日は結びまでどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。秀小山部屋全国講演会会長福田リーガル司法書士法人代表福田祐介様、どうぞお願いいたします。今ご紹介いただきました講演会長の福田と申します。まずは、親方、神さん、力士の皆さん、無事に怪我もなく、7日間、15日間、終わりまして、誠におめでとうございます。本日は大変お忙しい日曜日にたくさんの方々に秀ノ山部屋千秋楽祝賀会にお越しいただきありがとうございました。場所前には部屋開きがありまして、これからもう一段階しっかり気を引き締めて今場所を迎えようということでスタートをしたんですけれども、1名の勝ち越しと4名の負け越しっていうところで今場所が終わりました。私は常に土俵に上がるには気迫を持てとかしっかり覚悟を決めて土俵に上がれと言い過ぎてる部分があって肩に力が入ったんではないかと、ちょっと反省しています。力士は、他の部屋の同じ子たちよりも一生懸命頑張って、負けた日には思考とか踏みながら自分と反省して、前を向いて精一杯頑張っています。けどもやっぱり力士はね、勝たないといけないというところがありまして、これからも厳しく愛情を持って育てていきたいと思います。しっかり本人たちが自信を持って前に進めるように、ちょっと私も肩の力を抜いて、歩調を合わせながら今後は指導していきたいと思います。今日は皆さんに喜んでいただけるように、たくさんの、催し物も、用意しながら、準備しましたので、どうぞ楽しんでいかれてください。今日はどうもありがとうございました。ご紹介いただきました松尾正史と申します。昨年の九州場所まで佐渡ヶ嶽部屋の琴隆成という宿場で力士をさせていただいておりまして、引退後に親方からご縁をいただき、今月からマネージャーをさせていただくことになりました。こんばんは。ご紹介いただきました前田瑞希です。自分も去年1月まで佐渡ヶ嶽部屋の方で琴気泡という宿場で、力士の方をやらせていただきました。親方から、去年9月頃にお声掛けをいただいて、ご指導仕事させていただくことになりました。ではこれより秀ノ山部屋の力士の成績を発表いたします。西序二段13枚目、埼玉県越谷市出身、菊龍鵬慎吾、0勝7敗。
目、東京都大田区出身、井出野太陽、2勝5敗。東序二段50枚目、佐賀県武雄市出身、高瀬かなと、3勝4敗。東序二段51枚目、東京都江戸川区出身、菊野城清、4勝3敗、勝ち越し。次に今場所新庄出世披露を終えた2名の力士をご紹介いたします。徳島県徳島市出身、谷野正人。岡山県津山市出身、南青人。なんで私が乾杯の温度になってね、こんないい役をもらったかって、これはふとしたきっかけございまして、今隣に座ってます、私の弟子の三遊亭ポンタが、東向島の方に引っ越しまして、そしたら秀ノ山親方が部屋を出すよ、お前俺大好きなんだよ、ちょっと紹介してよってそれがきっかけになりまして、パーティーにも行かせていただいて、今回こんな大役いただきまして本当に恐縮でございますけども、皆さん今日はどうもありがとうございました。それでは高らかにお願いします。乾杯。今出る。それがいいように言われたもん。あ、だって見やすいもん、こっちも。右より左ハンドルの方がいいね。小野寺博之様。前回ちょっと硬すぎるグリッパーだったんで、負荷を変えれるグリッパーです。それを、はい、とあとは炎鵬関とかも結構首痛めたりとかされてて苦戦されてるんで、やっぱ小兵力士首痛めやすいんで、首鍛えるためのハーネスです。重りつけるハーネスと、あとはこれはトレーニングのバンドです。なんかゴムバンドみたいな感じで、はい、インナーマッスルとか鍛えてもらえるといいかなと、はい、これぜひ使って、はい、トレーニングルームをちょっと充実させてください。ありがとうございます。令和7年、5月場所のお土産です。まずファイル、湯飲みを作りまして、新バージョンで新たに作ってお秀ノ山の湯飲みです。あとグランマーブル、自分大好きなパンで、デニッシュですかね、マーブルデニッシュ。普段からよく食べられる感じです。自分大好き。結構甘党ですね。そう。4種類入って、やっぱり好きなやつっていうかなを皆さんに紹介したくてっていう感じでお土産にしました。もう食べ物をね一つ入れながらなんか美味しいやつを共有したいなと思って、はい、今場所を振り返ってみてどうでしょうか。率直に悔しいなっていうところで、なんか勝ち負けよりもなんか
自分の立ち合いとかそういうところで思いっきりの良さが出てなかった相撲が多くて、なんか歯がいい気持ちですね。まあ言ったらまだ若い部屋なので、どんどん若さでねガンガンいってくれたらいいんですけど、どうしても考えすぎちゃうっていうところがあるので、しっかり修正して稽古の内容もやっぱり質より量をたくさんできるように考えてやっていきたいなと思います。気持ちよくです最後勝ち越しっていう結果で。本当花城時代は本当コツコツなんか毎日やるタイプなので、本当にそれがコンスタントに、強くなってるなっていう感じで、やっぱり練習の質に対してもその日良くても次の日稽古休む子もいる中、やっぱり毎日の継続が、力がついていくんだなということを改めて本人たちも気づいたと思うので、この負けは一番本人たちが歯がいいと思うので、しっかり反省して頑張ってもらいたいと思います。最後に次の場所に向かっての意気込みとか、取り組んでいきたい部分とか。やはり土俵上ではルールのある喧嘩とまでは言わないですけど、本当戦いなので、しっかり気持ちを定めて、やっぱり勝負だよっていうところをね、しっかり個々が思って土俵に上がってもらいたいな、本当そこだけですね。そういう指導をしていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。審判の方もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。いきます。はい、チーズ。はい。OK。ありがとうございます。